すっごいすごい。帯同の練習を60分完全公開。超人的な技で有名な帯同。先生だけでなく生徒の皆さんもすごい。圧倒的な技術の裏にどんな練習があるのか。大人気普段の稽古をじっくり見せるシリーズ完全版60分たっぷり。さああなたも一緒にやってみよう。つま先立ちでしょ。真ん中まで行ったら下ろしてつま先立ちで移動ですね。真ん中まで行ったらつま先立ちで移動。そう崩れないですね。そう足を伸ばすときまたは着地するときに崩れが発生するので崩れないように。でこの時肩が上がってしまうと腹が抜けて反ったりしてしまうので肩を上げたりはしない。肩肘を下げてしっかりと上げる。はい、全測定でしっかり蹴るのでここでねしっかり立つ。この位置で立つ。自分の体重をしっかり支えきれるようにしてください。で呼吸忘れないようにね、必ず吸いと吐きを行っていきます。腹揺れないようにね、後ろから前に持ってくるときに骨盤が乱れない。で呼吸を忘れない。では終わったところはそのままいきましょう。で倒れて骨盤が乱れないよね。骨盤がこの位置が骨盤が崩れてしまうと膝の位置が動いてしまうので膝が動かないように行います。丁寧にね。どんなやつですか。足をつくときにベタベタするっていうことは地面に関係ない力を送ってしまっているのであくまで前に進む。重心ごと前に。重心ごと前に。腰を反ったりもしない。腰ですね。腰が動き直すときにこういう動き。この起こりを作ってから動いたりしないように気をつけてくださいね。上丹田、中丹田、下丹田のこの1本の線がそのままスッと入っていく。で、下りの時も1、2みたいな感じでやらない。同前、同後の気を作らないようにいきましょう。で、次、ひねっていきます。ありがとうございます。腕でやらないよ。肩でやらない。前側の肩甲骨と背骨がこう離れていかないようにします。この肩甲骨と背骨の関係はお互い一緒で動きます。だこう肩の前、ね、動きの先取りをしない。力みの先取りをしない。一回鏡の前にします。この時に今左にひねるのであれば左胸が隠れるまでしっかります。これが残らない。ちょっと右肩を持ってきて体が動いてない状態で隠すんじゃなくて右肩は動かさない。体そのものを回して持っていく。で腰を動かさないで右の胸をしっかり隠す。左肩は動かさない。こういう感じ。そうでこれ煽ったりしない。はい、そのまま進みましょう。そう背骨から肩甲骨が離れない。あくまで自然体で緻密な動きの先にしか、いい動きはないので胸椎の回旋をしたときに関係ない動きが入らないようにしっかり分けて行います。上丹田、中丹田、下丹田が乱れないように行います。じゃあワニでいきましょう。で後ろ足しっかりね噛んだまま後ろ足をこう寝かしたりしないで後ろ足がしっかり噛んだままいきます。で頭の位置は変えない。体軸がまっすぐのまま。右足が股関節を乗り越えるときは腰が多少上がります。これは全然しょうがないので OK です。で後ろ足が抜けないように後ろ足が抜けないように5本指でしっかり立った状態。5本指立った状態で前にで頭は上げない。頭は上げない。これでいきます。でもうバッタみたいに足が背中から生えているような状態。これでいきます。ハムストリングね一番切りやすいので呼吸はせないでベタベタしない。ベタベタしない。手も足も地面に余計な力は移さない。ベタベタしないよ。そう後ろはしっかり噛んだままだよ。常に5本の指で捉える。そうでもどこかだけで立たないように全身で立ちます。じゃあ終わってる人たちはハンドウォークいきましょう。そのまま腕をまっすぐ持ってきます。でこれいくんですけどこうやってお尻をフリフリしない。お尻フリフリしてしまうと足が
親指効いてない、もしくは小指効いてないようになってしまうので、しっかり足が常に捉えている状態ですね。常に足が捉えている状態で、前で、途中からもう指も使わない、指も使わないで、一番見づらいところで下向きたくなるんですけど、見づらい時に見るで、膝を使ってしまうと股関節を使えなくなってしまうので、膝を使わないで股関節を動かす、より体軸に近いところを使っていくようにしてください。始め。一緒にないよ。見づらいを見る。見づらい時に目を離したくなってしまうから、見づらいシチュエーションを作って常に見えるようにします。これつらないようにね。帯を落とさないようにせよ。膝上げないよ。体の張りを作りながらストレッチからするね。結び立ち。よっしゃ。力みを作らない。拳が浮いたりとか寝たりとか、小指を折れるような形を取ったりはしない。正座。抜かないよ。脇。上げない。正座。右下段。止まってる姿勢だけじゃなくて、持ってくるときに回したりもしない。最短の軌道を描く。立って。拳が変な形にならないように常に相手を指して動かす。左中段。構えてから構えない。構えが終わった時には構えてるし、構えがいてる。今も構え終わった時に構えるんじゃなくて、構えがいてる。今も構え。いつでも相手をさせるように、ここでも握れる、ここでも握れる、ここでも握れる、どこでも握れるようにしてください。はい、いきます。探求長と。股関節を抜いて落とす。3。長球担当。長球担当。1。担当。弱い。2。軸。下げないよ。3。うなじの力で立つ。4。立って直る。左中段。下段。これより運速発砲を行います。そう。下段呼吸。そう巻き上げない。高速の時のここ、これがいらない。肘を置いてったら切られるからね。一回立ちます。解体。立つよ。中段。構え。こう。今のだったらね。で、頭を下げない。肩甲骨を。で、わざと開けて。そう、これね。もう一回やって。1。切られたね。そう、一番左に行きたいのであれば、自分の右側を足が押さえる。1。もうちょい。1。こういう話ですね。自分の真ん中に寄せる動きをしっかり意識する。ありがとうございました。じゃあ始めましょう。結び立ち。用意して。正座。用意よし。周囲。目付け。体格。礼。力呼吸してください。
肩上げない。2、これは違う。真剣水中。3、4、この位置から肩の先取りをしない。胸郭出口が詰まって神経血管を挟むようなことはしない。自分の骨頭で自分を邪魔しない。拳も今線路がこっちに行ってて、こういう突きになってしまう。小指は弱いので、弱い小指から打つ形になってしまうので、まっすぐ拳の線路を作ってやる。はい、いきます。1、2、軸骨格がしっかりしたら3、次は付属子骨格である肩甲骨、寛骨。1、2、3。これ引いて揺れない。下に落とす。1、足肩幅。同じことを肩列を行う。1、2、肩は出さなくて。3、4、5。早く。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。立って直る。足肩幅。前蹴りを。で膝。1、2回。しっかり軸で立つ。軸で立つ。腰が抜けたりしないように。かといって変に反ったりもしないように。真下に落とす。軸で立つ。で蹴る。引く。下ろす。力みを使わない。1。揺れるということは構え終わるときに構えない。さっきの構えと一緒です。そう。ここも構えてる。ここも構えてる。心構えですね。もう構えてる。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 そう。構え変えるときも片足立ちだよね。片足立ちがいいですよね。そう。片足立ち構える。構えの延長上にあります。はい、いきます。1、2、3。そう、そこじゃ蹴れない。ももの筋肉で上げてくるんじゃなくて体動なので、足動ではないので、大腰筋、腰から来てる筋肉で足を上げるためには、簡単な指標は膝が股関節を超えればいい。ももの筋肉でここまで上げられないので、その時に腰が抜けてしまうと足を上げたんじゃなくて直角のまま下がってるだけになってしまいますので、このね角度をしっかりと締めていく。はい、行います。じゃあ早く。1、2、3、4、5。でこの時に足ね寝てこないようにね。親指から親指からくる、親指からくる。はい、じゃあ早くいきます。1、2、3、4、5。終わり。はい。これいらない。これはいらない。速い、片足、速い強い片足の動きの時に頭を下げて肩が上がってということが起こります。もしくは骨盤が上がる。骨盤が上がる。ビロシュして下げて下げて上げる上げる。そのまま蹴る。はい、1、2、3、4、5。はい、腰で止める。1、腰。全速投。1、全速投。1、1、1。でね、これが入らないよね。こう足首が伸びてしまうと蹴りが円で動いてしまいますので、肘と同じ使い方を足首で行う。ね、肘が伸びているとこういうふうについてしまう。足首が伸びているとこういうふうにいってしまうので、ね、しっかり全速手出したとしても結局はここがこうなっているといくら拳をまっすぐにしてもうまくいかないので、絞っているものを開いていく。絞っているものをはい真似して開いてくる。引く時も絞ってくる。でこの時に肩とかを上げない。体とかを出さない。はい、一回ゆっくり行います。しっかり決めは作ります。1、しっかり引く。2、そう、3、4、5。肩は入れない。形が上がってなくても力んでいたら力みは変わらない。必要なことはやらない。今できるだけ力を抜いて立ってください。そう、できるだけこの状態をできるだけ力を抜く。でそれが片足になって蹴ったとしても力を抜く。
でもインパクトの時に力抜いてたら自分が押し返されてしまうので、インパクトの時はしっかり締める。キュッ。はい、では一挙で行います。前蹴り強、1、2、3、4、5、6、7、8、キャリー、治る。呼吸。足から幅。で次外転、お尻の筋肉を入れていきましょう。じゃあ右からいきます。右からいきます。2、3、4、5。体が倒れてもいいので、肩を上げたり首をかしげたりしたり、頭と肩の距離が近くなると、これ神経血管が詰まっている状態が起こります。あとこれもし無意識でやってるんだったら、無意識で頭を相手に寄せる癖があるかもしれない、もしくは下がる癖があるかもしれない、どちらにしてもコントロールができてないのでフェイントにかかってやられる。はい、いきます。横方向に動いても軸が乱れない練習です。はい、脇は開けない、肩は上げない、首はかしげない。じゃあいきます。右から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で曲げ伸ばしていきます。まずゆっくり。1、2、かかと、3、4、かかと、5。しっかり曲げ伸ばし。これは曲げ伸ばしのね、ウォーミングアップも兼ねてください。動作の体ね、曲げ伸ばしのウォーミングアップではなくて、動作のウォーミングアップ、脳のウォーミングアップです。曲げ伸ばしするよ、掴まれないようにするよ、掴まれても引きずり込んで蹴るよっていう意識でやってください。では早く行いますので、これね、足先だけでパラパラっと蹴らないようにしてください。では行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。不動で相手足から、では次後ろですね、ハムストリングのストレッチと、上半身が倒れない。まず1回やってみましょう。はい、1、2、3、4、5。後ろ動画は確認しなくていいよ。蹴られた方、これは前黒帯で陣形を作った。だから蹴られた方が悪い。蹴られそうになったものが動けばいい。はい、逆に信じて蹴ってください。今前と後ろに相手がいる。前の相手をしっかり見ておこう。はい、1、2、3、4、5。これちょっと違うのが、腰をね反るんじゃない。上半身を保って腰を反って行うのではなくて、体が下がっていって頭から足がいつでも1本、いつでも1本、膝曲がってもいい、膝曲がってもいいからいつでも1本、いつでも軸が崩れない、この状態を目指すので、逆に柔軟性がある人が動作をサボってしまうと、ハムストリングにかかるストレッチ感が逆にかかんなくなっちゃうね。そうね、体が前に行った方が足は引っ張られちゃうんだよね。ぐーってこれが引っ張られる、引っ張られながら引っ張られる、その時に怪我します。座ってストレッチしても肉離れする人いますよね。で体が柔らかくても肉離れする人いますよね。座ってストレッチしてるからね。なんとなく動的ストレッチ、なんとなく静的ストレッチって考えるんじゃなくて、引っ張られながら引っ張られる準備をしない時に肉離れが起こるというのを意識して行ってください。で体が反っていると引っ張られてないわけね。だから体が柔らかい人ほど気をつけた方がいい。はい、頭から足をまっすぐを目指して行います、ね、骨盤と腰椎は反らないように行います。でそのままここが乱れてなければこれ以上足上げてもいいですかね。はい、では行います。はい、手を回して、では右足から1、2、頭下げず、3、頭下げず、4、その時に脇開けない、5、手で代償しない、6、手で代償しない、7、8、9、10。でこれね、ギューって締めちゃうんだよ。それは立ってない、それは固めてるだけだから、それはねずるしてるんです。そう、足がやらなきゃいけないこと、立つことを手で強引にやってるのね。それはちょっと違うよね。そう、パワープレイなのでそうじゃない。ちゃんと立つ練習を今ウォーミングアップだからしてます。はい、じゃあ次は曲げ伸ばしですね。伸縮する方が危ないのでしっかり伸縮。ただこれも、ね、突然こうパンっていってもこれではあまり怪我しない。引きで怪我します。ダッシュと引き、この動作を早くやった時に怪我をするので、実は思いっきり伸ばすだけだとあんまり怪我しないんですね。するときはしますよ。するときはするんですけど、急激な曲げ伸ばしが一番怪我をするので、それをよく意識して練習をしてください。
なのでじゃあまずはね、一番後ろ蹴りが肉離れしやすいので、一回曲げ伸ばしを丁寧に行います。さっきのこの動き、しっかり立って蹴って引いて下ろす、このイメージですね。しっかり蹴って引いて下ろす。で必ずこう途中でつま先が伸びてかかとがなくなってしまったりしないように、途中でつま先が伸びたりしないようにかかとが先行します。常に抜刀している状態、常に相手に抜刀して自分の攻撃部位を向け続ける意識で行ってください。構えとして常にいつでも打ってる、ここでも打ってるし、ここでも打ってるし、ここでもという意識でかかとで行います。結び立ち、用意して、足から幅。では次左からいきます。この時の拳もグッて握らなくて、スッ、隙間を作らないだけ。スッ。では行います。1、2、3、体しかった。4、5、6、上半身は張るでもなく抜くでもなく、しっかり体に添えて体幹です。はい、でこの時に膝がグリンって回って小指が浮いてしまったりしないように、足に引っ張られて親指だけで立ってる、実はこちらが立ってないというようなことがないように、さっきのねこの動き、こういうふうに膝が揺れて実は立ってない、寄りかかってるだけということが起こらないように、右足を引いた時に体をねじったりしない、膝の向きが残る、2イントゥーアウトになったりしない、このまま膝と足の向きが正常位置を保ったまま行うようにしてください。でちょっと早くいきましょうね。はい、手を離して君はつける。1、2、3、4、5、OK。はい、吸って、よいしょ。左中段、ダウン。変態指切り3番。構える。だってな、呼吸。自分の生理的な反応に任せない。はい。はいたい。お互いに。礼。ありがとうございます。はい、オッケー、じゃあ座って。はい。股関節バタ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 。うん。で、こうやってストレッチしない。はい。はい。伸ばして。バタバタ。これね、体の層が下を向かないんですよ。顔の層と一緒。前に向ける。でも体の層が下を向いてて顔が前に向いているときは首はすごい負担がかかっているので、体そのものが相手を見ている状態を作って行います。はい。バタ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 。うん。怪我してる人無理しないでね。はい、OK。では右足でまたいで中殿筋のストレッチ。はい。うん。でこれもこれね、伸ばして鼻から吸って。吐くときにむしろ立てる。そうそうそう。吸って、吐くときに、ね、そう。むしろ吸って、吐いて。で、これも後ろに反るんじゃなくて、上、後ろじゃなくて、上っていう形ですね。はい。はい。はい、反対。はい、吸って。吐いて。上げないよ。下げて。はい、吸って。吐いて。OK です。じゃあ軽く開脚して、まあやれそうだったらどんどんいきましょう。ぐにゃ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 。鼻から吸って吐いて。まあ、柔軟性を増すというよりかは今日の準備ね、このぐらい体動かすよっていうのを意識して、はい、吸って吐いて。はい、OK。はい、そのまま四つん這い。はい、上げる、下げる、上げる、下げる、上げる、下げる。背骨一つ一つ全部を動かす。全部を動かす。全部を動かす。はい、OK。じゃあ足立ててね。後ろ足を立てて、で、膝はついてていいですね。で、右足を上げます。1、2、3。はい、反対。1。骨盤より上に上げます。2、3。OK。じゃあ膝上げて、足上げて、肘曲げて、蹴り。1、2、
2、3、戻します。はい。1、2、3、はい、戻します。1、2、3、4でいきましょう。こんな感じ。1、2、3、4でいきます。じゃあ右から、はい。1、2、3、反対。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3。はい、OK。はい、じゃあ渡します。はい。じゃあそれぞれ H になって向こうにまんじりをしますので。はい。で、このまま4.8。必ず右。必ず右で終わってください。はい。はい。見てください。この動き、みんな黒帯なんで上手なんですけど、こうやってならないね。結局はこの立ってる時に、例えば正座でこういうふうに手が巻いて、横から見ると肩甲骨が、ね、位置がずれてしまうくらい手を回している状態、ね、ちょっと強そうに見えるかもしれないけども、すぐに決められてしまう格好に自分からなっている状態になってしまいますので、これは締めすぎて窮屈にもしないし、開きすぎて肩甲骨を、ね、前にこう外から前に持ってこないように自然体で行います。で4点保持の時も一緒で、これが次第にこうなっていく人がいる、ね、回ってるとだんだん手がこうやってなっていく人がいる。どういう人かというと、筆剣位置が回ってくる人、ね、回ってきちゃう、脇が空いてきてしまう人は拳の向きが関係ないところに行く。で一番折れやすい小指からどんどん向かうように動く。これを他の動きでもやってしまっているということですね。だから脇は開けない、眼鏡ばっかり、真剣水中、それは上から下じゃなくても変わらない。頭からお尻であれば同じです。動物が動くときは肘を自分の方に寄せていきます。寄せていきます。これプラスミックス、ね、なので脇は開けない、開けない、開けない、ここは右という形ですね。はい、もう一度いきましょう。はい、始め。膝は地面と水平。そう、つま先で蹴らないようにね、しっかり全速手、腰を出す、腰を出す。そうです。そう遠心性の動き、自分から外に持っていく振りの動きと急心性の動き、寄せる動き、両方使ってくださいね。で、みんなすごい上手なんだけど、この遠心を本当に 100% 使えてるのか、で急心を 100% 使えてるのか、で試合の時はその緩急の幅ね、0から100までを使いこなすんですけど、その住み分けが好き好きになっちゃうんですよ。緩くやりたい人はずっと緩い、強くやりたい人はずっと強い、そうじゃなくて0から100をコントロールしてどこでも使えるようにするといいと思います。なので次はゆっくりからやりますよ。中段構えてゆっくり、でも必ず膝の曲げ伸ばします。ではもうちょい早く、もうちょい早く、次はちょっと溜めてから後からです。次はすぐにやります。でもう一つ言うと、蹴ってすぐにここから動く、これもしっかり行う。 OK ですか。はい、では行ってください。でどういうリズムの緩急と強力を使います。はい、反対も。そう、インパクトの瞬間プラプラプラにしないよ。インパクトしてプラプラしない。一本の棒のように。そう、インパクトがぶれない、インパクトがぶれないようにスパッとスパッとスパッと決めるね。 OK、 じゃあ次蹴りで移動しましょう。前蹴り、前蹴り、前回し、後ろ回し、前蹴り、前回し、後ろ回しで、そのまま体がまっすぐ、これでいきます。はい、始め。はい、前傾しない、脇開けない、ギューじゃないからね、ストン、ギューじゃなくてストン、はい、そう、こっちはね、力んでないからね、パワーで止めるんじゃなくて重心位置で止める、重心位置で止めます。そう、インパクトはつける。よし、OK です。じゃあ次ね、今の前蹴り、前回し、後ろ回しをいろんな構成で順に組み立ててください。例えば後ろ回し蹴りから前蹴り、前回し蹴りから前蹴り、これから後ろ回し、前、この弾むの動きからも体がまっすぐであれば変わらずに動けるので、このように行ってください。はい、始め。はい、今体をまっすぐにする練習だからね。腕、首前出さない。そう、はい、OK です。ちょっと体重の練習しましょう。じゃあ、2人一組になってください。はい、どうぞ。はい。
体を起こして呼吸しやすい状態で呼吸を行う。じゃあ休みましょうか。2回深呼吸。はい、1、2、はい、結び立ち。よいしょ。半丈の前。左中段。ダウン。正面側が前回しでまず軽く当てます。はい、進んで。はい、はい、1。全力で打つので、応変首でかわしてください。はい、はい、そうそう。起き上がるまでが遅い。はい。すぐ。ぶれない。もうお約束で失敗しない。はい、いきます。じゃあ、攻守交代。はい。今軽く当てます。1。曲げ伸ばし。指を張らない。2。膝の曲げ伸ばし。では全力で振り抜いてください。ではよけます。頭を上げない。構えを落とす。股関節に行く。シチュエーションが変わっていちいち力まない。鼻から吸って吐きながら落とす。はい、じゃあ蹴ってください。よけます。はい、立って吐いて。この時も肩上げたり下げたりする。これ、何か動作した後は自分の癖が出ますので、それをしっかり直す。お願いします。お願いします。じゃあ、手段構え。はい。じゃあ、右の前回し。はい。ね、後ろ回し。これでいきます。で、今みたいに当てるけど、かかとで打つんではなくて、足の裏で蹴る分には、これと一緒だよね。これで、痛すぎるとかないと思います。はい。これと一緒。はい。1。ね、こんな感じ。足の裏で当てる。かかとか離してしまうと一発でね、怪我してしまうので、腎臓とか痛めてしまいますので、ちょっと曲げ伸ばしするけど、足の裏で少しコントロールして練習してください。はい。はい。ありがとうございました。では、号令をかけて行います。はい。お願いします。はい、結び立ち。用意して。半丈の前。左中段。構えて。お互いが戦える前を嫌がらない。では、正面側が前を詰めます。はい。正面側が前回し、時計側が天井儀。はい。1。2。現在を大切にする。気圧が遅いと蹴られる。3。攻守交代。1。2。3。攻守交代。しない。構えた時には構えてる。構え変えて呼吸直す。動的に呼吸を直す。構え変えて。はい、立ってなる。変えたい。はい、お互いに礼。私がやります。足音は立てない。無駄な力を他に使わない。もったいないので、前に行くときは前にしか行かない。足音を吸ったりとか乗せたりはしない。そうで、つま先が親指が上がってこないで、つま先が下がっていくと引きずってしまって畳に引っかかって怪我とかしてしまうので、しっかりと足から入ってくる。で、そうすると無駄なことはしなくなる。はい、はい、ね、ではそのまま下がりましょう。コークスダッシュなので下がる方が簡単だと思いますので、こういうふうにいきます。ただ腰を抜いてお尻からいったりとか頭からいったりとかすると頭を蹴られる、ね、お腹を蹴られるってなりますので、体全体が一直線に下がるように行います。はい、まっすぐですね。まっすぐまっすぐに下がる。で、足が乗り換えるときが一番難しいので、ここで上に上がって楽しないようにしてくださいね。こういうふうにやるんじゃなくて、ここが切り替わる。股関節が曲がってくる。股関節が曲がって変化していく、ね、揃う。閉塞立ちから外旋していく。これで
意識して丁寧に行ってください。では緩急つけていきましょう。始め。吐くのは勝手に吐きますので、どっちかというと吸いが大事。吸う時が一番難しいからね。吸ってる時に殴られれば痛い、吸ってる時に蹴られれば痛いので、吸う時を丁寧に行う。では線切り移動してください。始め。で移動。しっかり後ろ足が一発でガン、かかとがブラブラブラってしたバチン、後ろ足がガンと決まるようにしてくださいね。はい、手を後から上げてしまうと顔面が開くので、手は後から動かない。すぐになるね。はい、 OK です。では2段蹴りに移動しましょう。中段構えから、はい、じゃあ一発目だけ4段蹴り、蹴りきつ蹴りきつ。そしたら、一歩出して2段蹴り、一歩出して2段蹴り、一歩出して2段蹴りでいきます。はい、始め。はい、肩上げ。蹴りが軽い、腰が軽い、塊じゃないと蹴れないよ。さす。で2段蹴りから線上蹴り、2段蹴り打ってそのまま一歩出して線上蹴り、パッ、軌道線から一つも動かさない、パッ、2段蹴りをして一発でパッ、グッて立つんじゃなくてパッ、はい、行きましょう。踏ん張る必要もなく立つ。では柔軟足から線技から連技。はじめ運足しっかりきれいに行います。運足しっかり先端からしっかりいろんな技を。では行きましょう。旋回しても頭を下げない、旋回しても肩を上げない。はい、じゃあ運気から連技。はい、はじめどんどんいってくださいね。足がおろそかになると体でこう相手の方に行ってしまいますので、あくまで拳やこの腕はずっとこの線路があってまっすぐに行く。で拳を前に進めるのは足骨盤の幅分前に出すので、次のね技にどんどん行きたいのは分かるんですけども、エッジ立ちをしっかり決めて行うようにしてください。じゃあもう一回、はい、始め。頭張らないよ。次はじゃあ天気でいきますのでどんどんいきましょう。はい、で天気をしながら呼吸直します。はい、結び立ち用意して左中段で前転から構え、2本目から技。でんぐり返ししたいわけじゃなくて、回ってしまっても軸がまっすぐで、回ってしまっても呼吸を乱さないという練習になりますので、呼吸をしっかり使って頑張ってください。それでは前転からジャンプします。はい、では始め。全然ジャンプできてる。始め。でよくありがちなのが回って逆をやってしまうこと。
こういう状態で戦わないじゃないですか。まあ後ろ回し蹴りとかでもこういうことはしない、ね、両手が相手の方にない状態、手は相手と自分の間にあった方がいいですね。手は横向きでも蹴られてくる場所を開けたりはしない。自分の肩から肩を張る、遠くするような動きが眼鏡合羽を解いてる状態、もらうと痛い状態になりますので、これフラット縮んでしまうと軸が保てなくなる、軸が保てなくなる。後ろ回し蹴り蹴った時にこういうふうにここに蹴るとしたらこういうふうにお尻が逃げてしまいますので、お尻がまっすぐトンまっすぐなるようにしていきます。これは前転ジャンプしてひねるのも同じですね。はい、はい、じゃあやっていきましょう。はい、はい、はい、始め。うん。前転して止まってしまうとうまくいかないので、倒立で前転、よいしょ、これはもう完全に死んでる動きになります。で前転も相手から目を離さない、顎とか上げない、顎を上げてしまうとこんな感じ、顎を上げちゃうと向こうに行きたいのに関係ないです、喉をさらしてる状態になってしまいますので、目を離さない、相手から目を離さない、へそ見るんでもない、へそなんか見なくてもいいです。体操じゃないからね。体操は体操で素晴らしいんですよ。体操じゃない、今やってるのは体操じゃない。相手見ます、相手を見て相手を見る、こういうことが大事。倒立前転も一緒、相手がいる、相手がいて一瞬見えなくなるけれども相手を見てれば自然と立てます。相手を見なくなった時、顔は向いてても相手意識してない、顔は向いてても相手意識してない、いついちゃう、それからがある、これはいついてる、気持ちが心構えを解いている、構えを解いている状態になります。はい、頑張りましょう。はい、始め。大事なのは基本ね、基本の理解、今日の練習いっぱいやるんじゃなくて理解すること、理解して実行すること、ね、頭の体操、動きを切らない、切らないで、とにかく部位が大事になります。螺旋素足の武道なので、とにかく手首から先、足首から先が大事になります。で、前転で降りるときに足首を伸ばしてしまうとこれちょっと厳しい、蹴れなくなっちゃう、ね、さっき言った前蹴りがこういう円を描く、こういう軌道になっちゃう、手を置いてたら勝手に防がれてしまうので、そうじゃなくて前転が終わるときはもうここで腰を決めておく、この足首を決めておく、倒立前転からでも決めておく、そうするときれいに動けますので、足首を伸ばしたりしない、ということで側内弦といいますね、足の内弦をしっかり作ること、これを意識してラスト1本頑張ってください。始め。さあ、このようなね、倒立前転できるのは分かっているので、よりよくで、もしね、剣立てでいくのであれば小指も使わない、もう2剣になってるだけでよくなる、前側で行う、そうするとより尖った形でいきます、ね、まあやれそうな人はやって、無理しない、手首グニャってやるからね。 OK、じゃあちょっとね、楽に好きな倒立前転、倒立方向してもいいし、倒立から動いてもいいし、剣でいってもいいし、それぞれ自由にやってください。じゃあそういう工夫して練習しましょう。はい、始め。そう、自分の練習になるよ。そう親指やつね、こうやって攻撃することはない。はい、ありがとうございます。自分の体重が乗せられればそのまますべて、そうね、あんなにやって、そう、うまい、はい、はい、練習になるようにしてください。では倒立生かして側転からの構え、もしくは、そこからの技、はい、では始め。
イカが内乱しないようにね、しっかりね。で、反対も行います。これ始め。では次は柔らかくいきましょう。軌道線に立って、軌道線に手を置いて、軌道線に足を置いて、きれいに立つ。これですね。軌道線から始まって、軌道線に終わらせて、軌道線に立つ。ポイントは頭です。手とか足じゃない。お尻がずれたり、頭がずれたりしない。頭が軌道線上に動いていく。そして軌道線上に上がってくる。で、そうするときれいに動けますので、態度による演武軸で頭を動かすようにしてください。始め。滞りなく1点。さっきの歩いた時の足音と一緒。2つに動かない。疲れたら呼吸法という道具を使う。生理的な自分の反応に任せない。反対。休みたかったら側転しながら休みな。歩きながら休むのと一緒。立ちながら歩くのと一緒。呼吸法を動作とともに行う。待機一致して行う。いつでも休憩です。動けばそれはもう休憩です。 OK。 じゃあ前方系の天気でいきましょう。飛び込み前転、ハンドスプリング前中心にやってください。始め。で、そうですね、柔軟性を使わないでもしできたらやってください。体軸を大事にしているので、体軸、ね、こう牽反射も使えますし、もちろんこうね、反って戻すっていうのも一つの軸の使い方です。竹を引っ張って離す、パンっていくのももちろん、軸の運動なんですけれども、軸の縦軸の跳ね返しの動き、例えばあんまり多少は反りますよ。多少は反るんですけど、なるべく反らない、反らずに跳ねる。体をまっすぐいく、でなおかつ柔らかく、このような形ですね。できればもう顔とかも使わない、声も使わない。こっち見ててもいい。見て、でままこうやって横見て歩くのと一緒ですね。はい、反らずにやるようなイメージ、頑張ってください。はい、どうぞ。軸を使う。さあ、軸の強さで行う。柔軟性じゃなくて、軸の強さで行う。バク転もしくはバク宙でいきましょう。始め。バク転は例えばなんですけど、めちゃくちゃなフォームでこの辺からこんな感じでやっても別に回れるわけだよね。だからベストのフォームじゃないと回れないと思わなくていい。もちろんベストのフォームがいいよ。ベストのフォームでやった方がいい。ベストのフォームでやった方がいいけど、別に横見ながらでも全然できますし、そのベストのフォームじゃなきゃいけないという固定概念があまり良くないね。そう。でもやりやすいフォームっていうのはもちろん確かに存在します。で、やりやすいフォームから他のこともやるのはいいんだけども、最初から崩した位置から始めないこと。で、悪いフォームっていうのは眼神注視を解いた時のね、嫌がって目線を切った時、思考を止めた時、そこから嫌だなっていうふうに気持ちの中でしてしまった時に変なことをするのね。どういうことかっていうと、体を縮こませる。バク転って逆だよね。体を広げていく、無防備な格好をとっていく。なので無防備な状態になっても変にこわばったり嫌がったりして一番自分を痛める格好をしないように、一番無防備な格好をそこでも平常でいられるようにしていくということですね。はい、頑張りましょう。じゃあもう一回バク転かバク宙かロンダート。はい、始め。
な人はあまり助走をつけずに、本当は歩いてるような感じからロンダートをして、そのまま回るような感じでいきましょうか。では始め、はいどうぞ。さあ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 。さあ、どうか。痛み出てるか。何をしなければいけないかっていうと、例えばこれ女子多いんですけど、めちゃめちゃ走っていって、その後ゆっくり飛ぶんですよ。だから変わってないでしょ。あれ気持ちの助走ね。そうでしょ。気持ちの助走でしょ。そう、気持ちの助走があるということは同然の今日があるね。動く前にすでにやられる心理であるということ。もうこれやりたくないなって思ってやっているっていう状態です。もちろん技術的に追いついてないんだったら無理しなくても大丈夫。でもそれを求めて日々を過ごしているのか、なんとなくもうなんとなくの気持ちが怖いという行動をとっていると、行動に合わせてメンタルは構築されてしまいますので、逆。そう、これだったら怖がってないという行動を繰り返す、振る舞いを直すことで、心理をコントロールしていく。なので心技体じゃなくて技体心ですね。技を直して、自分の心の動揺をなくしていくというのがいいと思います。でポイントとしては結局こうふわっといくのであれば、そのふわっとしたと思ってやる、ふわっとしたねと思ってやるっていうことですね。そう、今ぐらいゆっくり助走しなくても、もうちょっと軽く動いても全然構いませんので、膝がね前に抜けてしまうと危ないので、みんなが普段やってるバク宙みたいに、そうバク宙みたいにしっかりと膝が抜けたりしないように行います、ね、頑張ってください。はい、じゃあもう一回、はい、始め。そういうことそういうこと。じゃあ、じゃあどんどん行きましょう。はい。おお、あった。そう、ガチャガチャ。オッケーオッケー。はい。ナイス。オッケーオッケー。ナイス。よし、じゃあロンチチャレンジいきましょう。じゃあヤマン。はい。はい、頑張。はい。頑張。着地、自分で出す。はい。やめてる。縮こまってるから立つのを拒否してる振る舞いをしてるから立てる、2つ、そう、回転を途中でやめちゃうので地面が見えると大体止めてしまうので、2つ何かを持った方がいい。で今そこに稲見が立ってくれたので、稲見を見る。首で見ちゃダメだよ。首で見てもこうやってなるからね。首で見てもなるので、体の層で見る。はい、お願いします。はい、頑張。体、助走が短い。硬くなんなくて。大きくなる。はい、頑張。オッケー。着地。そこ。はい。はい、回ろう。ロンダート上の後ろ。ここにロンダート。はい、頑張。回るよ。はいここ。あ、いいね。着地。これは立てない。さあ。これは厳しいね。はい、ゴー、バク宙。はい。着地。うまい。すごく。はい。着地。オッケー。着地以外は全部良かったから、その着地を意識して、そう、ロンダート、ジャンプ、回る、着地。はい。ロンダート、ジャンプ、回る、着地。オッケー、ナイス。ありがとうございます。よっしゃ、オッケーです。
とにかくですね、大気と動向と動くエネルギーですね、それをいかに制御するかっていう部分になってくるわけですけれども、はい、大事なのは姿勢と呼吸。とにかく姿勢と呼吸です。常に姿勢に勢いを持つ、ね、勢いのコントロールですよ。勢いだけじゃない、勢いの強弱の幅を持つ。いつも100とかいつも2しかないとかじゃなくて、幅を持ってコントロールできるようにしてください。でそれには呼吸が必要で、力みとか慌てっていうのはいつ起こるかっていうと、この呼吸がない時と着眼見てない時になります。逆に言うと、きちんと見る動作と呼吸を合わせていると、そんなに緊張できないことだから、メンタルで何とかしようとしない、そんなのないと思ってください。メンタルとか何とかしない。メンタルが整ったら、じゃあ技術つくんですかとかね、受験するときにメンタル整えたら頭良くなるんですかってならないね。勉強すれば頭良くなる、運動すれば運動ができるようになるということなので、行動に着目してください。で行動をするときに、その時に自分の心理が自分の邪魔をして行動が崩れている場合は、呼吸と着眼、これは気持ちの話ですね。気持ちが乱れているときは呼吸が浅くなる、気持ちが乱れているときは視線が荒くなる、ね、この2つが荒くなりますので、ここを整える、そして姿勢も整える、この2つをしっかりとコントロールできるように頑張っていきましょう。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。